こんにちは、オートウエストエンドです。今回はこのようになくなってしまっていましたリベットを取り付けていきます。昨日上げました最近購入したパーツや工具という動画で紹介しましたこちらのリベット。このパネルの内張りだったり、そういった樹脂系のパーツをこの車ボディ本体に取り付ける時に使われる留め具のようなパーツです。ただこれがプラスチックでできていますので、もう何回も取り外ししている間に結構割れてきてしまいます。ということで50ピースのセットをね、こんな感じで購入しました。アリエクスプレスでだいたい2、300円だったと思います。そして今回は3箇所ぐらいリベットがもうなくなっていた場所があると記憶していましたので、それを順番に取り付けていきたいと思います。まずこちらですね。リアゲートのこのグレーのパネル。今外しているそのに使っている工具は以前サングラスケース、この運転席の上にあるハンドル取ってありますよね。あそこをサングラスのケースにする、そのパーツをオーダーした時に一緒についてきたいい感じの工具、これ結構、使えるということで、このパネル外しとかにね使っております。はい。そしてこう開けてみましたら、これよく見てみると細長い穴が開いていまして、でこちら側はクリップで、この丸い穴が開いているところはこのパネル側にそのはまる部分が出っ張りとして出ていまして、リベットのねあった形跡がないんですよね。これは完全に僕の記憶間違いということで、ここはね全然関係なかったです。でちょっとこのパネルが浮いてグラグラしていたのはもともとこういう感じなのか、ちょっとその取り付け方が甘かったのかというところで、いろんな勘違いが重なってここリベットないと思い込んでいましたが、ここはね全然関係なかったです。すいません。ちなみにこのパネルを取り付けるときには真ん中のクリップから取り付けると両サイドがうまくはまってくれます。はい、何事もなかったようにこれをもうはめまして、で本当にねリベットがないそのパーツを今から探して、そして取り付けていきたいと思います。はい、そしてここの黒い右手側のこれですね、リアゲートの大きな黒いパネル、ここの裏側、そこリベットがなかったはずです。これは結構確かな記憶としてあります。でもね開けてびっくりがあるかもしれませんが、はい、このパネルの取り外し方はプラスドライバーで2本止まっているだけです。このハンドルの部分に2箇所左右についております。そして先ほどのパネル外しのようなこの L 字型の工具を使って、このライトですね、ここの下あたりにくぼみがありますので、そこに差し込んで、そしてはい、ここはもうネジが外れましたらグイッとも引っ張るだけなんですが、全体的に隙間に指を入れて引き出します。そして今見えましたでしょうか。こちらはリベットね、白いリベットあります。ここに1、2、3で一番右側4つ目、はい、見事なかったですそして今はめてみたんですが、中緩いんですよね。で基本
全部同じ大きさかと思っていたんですが、まさかのまさかというか、ただリサーチ不足だったんですが、一回り大きいリベットが使われていました。なので今回購入したのはちょっと小さいんですね。でこの黒いスポンジのような部分がパーツがリベットについているんですが、もともとここのパネルを留めていたリベットにはそれがないと。なので若干違う形状でした。ただこのはまる側の方の穴に刺してみましたら、なんかいい感じの大きさで、そこのボディ側に対しては緩くなかったので、もうこれを使おうと思ってはめてみました。そしたらね、いい感じで止まったので、多少の誤差は吸収してくれたのかなと思います。今回購入したものより一回り大きいパーツもいろいろな場所に使われていると思うので、これもまたオーダーをして、で機械見つけてちゃんとね、正しいリベットに交換していきたいと思います。なんか今日はうまくいかないというかすっきりしない感じですが、ね、一応もう一箇所リベットがないと記憶している場所があるので、そこにね、気持ちを移してやっていきたいと思います。そしてこのグレーのパネルの下にこの黒いパネルが滑り込むような感じで止まっていますので、上から押し込みます。でね、今このグレーのパネルを押した時に、なんかちっちゃい破片が落ちてきました。もしかしたらなんかね壊したっぽいですが、多分ちっちゃな爪ですかね。いやー、なんか直してるのかねはたまた壊しているのがちょっとわからなくなってきましたが、はい、気分を入れ替えて、こちらの3つ目の候補、はい、ここをやっていきたいと思います。こちらは後部座席の内張り、そしてこれは前回後部座席のドアポケットの灰皿を取り除いてドリンクホルダーに変えた時に、その灰皿が内張りの中側からボルトで止まっていましたので、それを外す時にこの内張りを外しました。そうしましたら、中に確かリベットがもう元からと言いますか、前のオーナーさんのいろいろ作業されたんでしょうね。もうその時になくされたんだか壊れたと思うんですが、なかったと記憶していますので、今回設置をしていこうというところです。はい、今下に2本 T20 のトルクスビットのボルトがありました。それを外しましたら、もうこのね、隙間に指を入れてボンと手前に引くだけという簡単な構造です。はい、そしてこのブルーのリベットが見えます。そしてその下の方に白い土台だけ見えて、何も穴が開いた状態でないと、やっぱりなかったとなくて喜んでますが、ちょっとね言うのわからない状態になっておりますが、なかったよかったと。そして大きさもバッチリ。そしてこの黒いスポンジのようなパーツも、この元々ついている青いリベットにもついているということで、同一なものと分かりました。色は違いますけどね。はい、ということで、やっと正しいリベットを正しい位置に取り付けることができて、最後の最後で気分もすっきり作業を終えることができました。こういったリベット系のパーツというのは結構後回しにしがちで、その振動とかビビリ音とかの原因にはなったりはしますが、重大なね、故障とかにはまずならないということで、僕も何箇所かない箇所があって、そのまま放置をしていましたが、やはり気分的にすっきりしたいということで、今回リベットを購入して取り付けてみました。皆さんもリベットなどそういった取り付けるパーツがないという場所がありましたら、だいたい安いサイトだと数百円で買えますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。僕はあと48箇所直すことができます。
ということで、今回の動画参考になったという方は、いいねボタン、そして登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。